じゃあ、谷中さんお疲れ様です。はいはい。はい、谷中チャンネル始めたいと思います。はいよ。さあ、今週はですね、函館2歳ステークスですけれど、うん。ちょっとしばらく2週間ぐらいで空いてしまったんですけど、元気でしたか？変わんないよ。変わんないですか？うん。変わんない変わんない。元気。よかったです。うん。寒いですかね、まだ函館は。函館ね、今珍しく晴れてんだよ。そうですね。風強いから窓開けらんねえけど、今日も朝もやっぱ上着は必要だね。まだなんか寒い。27度まで最高気温いくっていうことで、おそらく今外、結構日が強いから27度ぐらいいってんじゃない？ようやく今だったら昼間、これで十分歩けるなっていう感じだね。夜はもう寒いですか、そうしちゃうと。寒いってか、上着は、っていう感じですか。着てる。うん。函館をもう、あと、もうなんだかんだって言っても、終わりが見えてきちゃいましたね。終わりってもう今週で終わりだね。本当です。うん。早いですね。早いな。では、函館2歳ステークス行きましょうか。うん。例年と比較にまずなりますけど、どうですか、今年のメンバーは。フレイコンっていうのが結局やめるってことになったんでね、昨日まで、そうなんですか。昨日の段階でやっぱちょっと腰疲れが出てるけれど、なんともなければ、使う横山武史で使って、その最当初の予定の題名っていうのは、結局これが、ちょっと、船山が稽古の合戦、実際、どっちで登録したのか、俺にはもうそこまで調べなかったけど、聞かなかったから、フレイコンっていうのはやっぱり今日馬場気にしてたけど、見なかったから、やめたってことで、やめて正解じゃない。これだけが一頭別格だったんだけどな。やっ抜けてまぱり、したか。やっぱり他はね、例年の函館だなっていう感じするな。うん。まあま抜け出て馬はいなくて。とりあえず、ちょっと前頭評価ということで、あいうえお順でちょっと一言ずつもらってっても大丈夫ですか？まあいいよ、なんでも。うん。はい、じゃあ、アルテクイーン、足りるよ。パリル、はい、足りる。それ一言しかないな。足りるレベル。レベル、はい、うん。イモージェン、これはね、上積みはでかい。前走より上積みでかい。結構やりそうな感じけどの。一番人気の候補になってんじゃない？乗り役が北村雄一から佐々木に変わってるけど、その辺の事情はちょこちょこは耳にしたけど、いろいろあるから、言わないでおくけれど。直前、芝生で結構動いたじゃないですか、長距離から。もともと、これは、函館、俺が最初来た時からいて、目についてた馬でいたんだよ。長距離は動くんだ。稽古はその時から。でも全体的には、先週も、今週も、ずっと、見てる限りは、新的よりも、良くなるのが当たり前とはいえ、良くならない馬も多い中で、確実に進化っていうか進歩っていうか、あるよ。うん。レベルはあるよ。距離は持たないけど。距離、ちょっと持た限界が。ないっていうか、距離は、やっぱ短めは短めだ。体つきから見ても遊びがなくて、団子みたいな馬だから。でもバネはあるわ。中央場所でも、ある程度は頑張れるんじゃないかなってイメージは湧いてくるね。うん。なかなか函館2歳で、その後、1年に1頭ぐらい頑張れるやつがいるけれど、やっぱり主役を張って、
今年暮れとか来年とかっていう、まあ、そうは出てこないけどね。まあ、もうこれも、そこまでじゃないにしろ、頑張れることは頑張れるんじゃない？条件、舞台設定によっては、中央に戻っても。ちょっとじゃあ先々も要チェックといういや、感じまあまあ、競馬次第、今回の競馬次第でね。でそれと一つ、あの、週末雨が降るっていう予報なんで、昨日も夜中結構降ったんだけど、今日の芝生の状態はね、いいんだよ。今日は芝生でやったのが、一組だけ大竹厩舎の、新馬、ミュージ鳳凰って言うんだけど、64切ったぐらいで、上がり30、俺が取ってた時は35ぐらいで、いくつは11点そこそこで馬乗りで走れてる。まあ、馬もいいし、悪くない馬なんだけど、牝馬で。でも楽にそのぐらいの時計63秒台ぐらい出ちゃってるから、馬場非常にね、その悪いって感触の雨が相当降ったんだけどね。で、まあその後昼から晴れてきたけど、どうなんだろう。週末、明日曇り晴れで、その後は土日は曇りと若干傘マークがついてるんだけど、わかんないんだよな。函館の場合は本当に読めない。だから、まあ、馬場の状況で結構このレースも変わる可能性が相当ある。まあ、この馬は両馬場が希望だね。両馬場希望。いいレベル、今年のメンバーだったら上位のレベルだと思う。はい、わかりました。じゃあ続いて、雲水。知らない。地方から来て。そうです、地方稽古だけ、動きだけは見たけどね。はい。まあ悪くないね。悪くないけど、スケール的にどうかっていうところはあるけど、悪くはないよ。体調良さそうだよ。はい、わかりました。クロリス。ダートカットこっちに持ってきたけど、なるほどなと思ったのは、芝も使ってみたくなる雰囲気はあるなっていうところはあるけれど、まあ、どうなんだろうな。そのヘニーの子供で芝生の千里で速い、スタートから速い競馬でどうかっていうのはあるけれど、うん、驚きはしないんだけど、今年のメンバーならな。体調がね、非常に良さげ。まあ、上積みがあるって感じですかね、いや、どうだろうな。出来上がってるからね、この間も見てるわけじゃねえから、なんとも言えないけど、体調はいいね。変化があるのかどうかっていうのは、これちょっとわからない。まあ、可能性として芝も大丈夫といういや、大丈夫ではないけれど、大丈夫じゃないって言い方ないけど、芝生走らしてみたいなっていう感触はあったんじゃない？そこまでダートって感じじゃないし、それと、やっぱり今の時期ダート、こういう、初戦ダート買って使ってくるっていうのが年にやっぱり1頭2頭必ず出てくるんだけど、最後の芝生荒れてるからなっていうイメージで持ってくる。まあ、それも一つあるんだけどね。両馬場だったらどうかなと思うけれど、やっぱ多少荒れてきて、馬場が雨でも降ってるうんぬんかんぬんっていうんだったら、対等の余地があるかなっていうのは、否定しない。はい、続きまして、しぐれ。これがまあまあ人気、これも人気の一頭だけどね、あのちょっと全部を調べてるわけで、確実に調べたわけじゃないんだけど、この新無線が戦にでも一番速くないペースでの競馬だったんじゃないかなって気がして、新馬に限ればしょうがないんだけど、まあ、後ろちぎっちゃったけど、馬なりで。なんて言えばいいんだろうな。メンバー的に、時計的にも、まあそこまでじゃないけど、まあ、ジョッキーとかその会社、最初から結構なレベルっていうかって言ってたんで、まあ、それで楽勝して今回もあれになるけどね。この馬はね、早いことは早い。だから、花にこだわっ
でも行けるけど、まあ、ジョッキー的にしても行かないだろうし、行かなくても大丈夫ってこと言ってるんだけれど、まあ大丈夫なんだけど、ただ今回に限っては分かんないっていうのは、とりあえず、函館のこの2歳ステークスっていうのは、初戦逃げ切った馬たちが結構多いわけよ。てかもう7割、8割ぐらい占めるんだろうと思うんだけど、そういう馬は2走目で、初戦は逃げて自分の速さで勝ってきたけど、2回目で、馬込みに入るとかっていうのは初めての経験になるから、ダメになるとか、奔走するケースを多々見てるんで、行っちゃった馬は強いんだけどな、多少の速くても。で、あえて行かなかった馬たちっていうのはそういうので、センスの良さで来るやつもいれば、消えていく馬もいるっていうところなんだけど、で、このしぐれっていうのは体つきがね、この中でも結構幼いんで、性格も幼いんじゃないかなって勝手に判断してて、多分、よほどその一番枠を引いて、早かったら逃げるもあるけど、そうじゃなかったらジョッキー的にもある程度抑える形を取るんじゃないかなと思っててね。そういう時にうまい競馬ができるかどうか。調教はね、なんだっけな。確かね、女の子、来年デビューっつったっけ元ジョッキーの子、同様で、五十嵐冬樹今調教師らしいけど、はい、はい、はい。娘ね。はい。娘で、まあ軽そうなんでね、調教は動けるだろうし、まあ動きそのものはなかなか、良かったよ、軽くて。まあ、そこまで大きな変化っていうのは、あんまり感じはしないけど、まあ同じような体勢で出てくるのかなっていう気はするけどね。う上位ん、争いができる。いや、いや、うん、このメンバーでも速さだけだったら、さっき言ってるこの馬勝った時は一番遅いんだけど、ペースが。で、スポンと出たっていうか、ちょっと最初に他の馬が速いのがいたんでね、っていう風なところあるんだけど、実はこの馬ゲートから初速っていうのは相当速いんじゃないかなと思ってるんだよ。うん。でもそれで、花に行けたらいいなっていう、個人的にはね、俺個人の感覚は、花に行った場合は、結構やれるなっていうところはあるけれど、そうじゃなかったら、あんまりにも特に幼いんで、馬組みとかなんとかはちょっと嫌だなっていうのはある。うん。とで人気になるだろそうですね。う。はい。人気は多分人気ですね。はい。まあ、裏付けがないよな。時計が特に早かったってわけじゃねえし、その馬場から考えてね。この時、まあ微妙だね。あんまり。今のところはこの馬に関しては俺はまだちょっと落ちるなっていうふうに勝手に思ってるけどね。はい。じゃあ続きまして、湘南カノア。これは、まあ、2回使ってるけど、上積みは感じてる。それと、馬場は悪くても大丈夫。道悪はこなす。後者の部類かもしれない、むしろ。非常に具合いいしね、両馬場でもそこそこの時計、本当に前までの京都だろうとか、いい中山のその1分7秒台のそこそこっていう馬場だったら逆に嫌だけどね。そういうスピード決着っていう馬場ではないから、両馬場でも。両馬場で8秒後半。まあ、馬場が渋って悪くなれば9秒から、本当に道悪になれば10秒以上、11秒、10秒台っていうところだろうから。まあ、9秒台の決着の馬場ぐらいで、全然、それ以上悪くなっても OK っていうところだな。だからかなりいいと思うよ。上位の一頭だと思う。ね、競馬っぷりがね、初戦はずっと外通って、馬場がいいとこにずっと外だけ回ったから、もうこれはもう、枠の、不運だったって思ったけど、まあ、前回はちゃんと競馬ができたしね。レースっぷりが安定にしていられるっていうのがね、スタートも良かったけど、抑えがすぐ効くっていう操縦性の
現時点では高さっていうのはあるね。この間抑えられたっていうのは一番いいスタート切ってもすぐ抑えられたっていうのは大きいと思うしね。具合は、まあ、この間、俺個人的には上積みっていうか、具合はこの間よりいいわ。芋順っていうのはこの間より上積みは感じてるけど、湘南の場合は具合がいいと思ってる。ううん。ん。まあ、はい。じゃあ、続きまして、瀬田キと、これもね、変化っていうか、これは伸びしろが出たね。ある。うん。ただ、まあな、言っちゃったら勝っちゃったっていうぐらいで、まあ、相手関係もあったしな。まあ、そんなに強調はしないけど、馬場が悪くなれば、穴の一角かもしれない。うん。まで。はい。じゃあ、続きまして、大神ドラゴン。へばってはいないね。とりあえず2回使って。ガラリとかその伸びしろが大とかってことないけど、もうこの間は、まあまあ、勝って当てる前のメンバーでいい競馬の勝ち方だったから、同じ形の競馬ができるし、レベル的には、上位の一角と思ってもいいしね。多少の渋り馬場は OK。でも悪くはないかもわかんない。これ上位の一頭になると思うよ。あの、最はい。初はちょっと思ったほどダメだったんだけれど、まあ、2戦目でちゃんと結果が出たやしね。まあ、まあ結果はメンバー全員に出て当たり前のメンバーだったけど、まあそんな感じだな。うん。まあ、ちゃんと順調というか、まあ、順調だよ。センスを見まあ、せたというそんなに、うん。ほとんど変化ないよ。変化ない。マイナスじゃないからいいよ。はい。じゃあ、続きまして、大名ビッグボス。まあ最初の開幕だからにしては、まあ時計は一番遅かったって言ってもいいの。まあ9秒4だからなんとも言えないけど、まあ相手関係とかいろいろなあれがあったけどね。思ったよりは、今はちゃんと良かったんでね。そこまで走るとは思ってなかったんだけれど、昨日の稽古はちょっと物足りなかったな。美穂の選手の状況なんか結構良かったらしいんだけど、だから見本にいたかはちょっと不思議だったんですよ。あれなんで見本にいるんだろう。これとか、なんか、さっきの瀬田人だっけこれもはい。妙で先週やってたからね。だから大名あたりが先週、一回勝ってほら、1ヶ月以上差があるから、入れ替えの都合があったから、美穂に一回返したんだと思うんだけど、うまあ、ん。先週見た感触で言いますと、やっぱりすごく良かったです。初戦の時のそうだろ雰囲気とは全然違う感じでう。う動いたんん。で、で昨日の調教は、ええと思ったよ。あ、本当ですか。うん。ちょっとつかめるところがないんですかね、そうなりいや、ます。まあ、まあ、だよ。そんなとこだ。なので、うん。はい。じゃあ続きまして、ダマスク。俺は、この間は本当に、まあ、メンバーが歴史的なメンバーだったからね。本当に。長期はね、軽くなった。ただ、馬的に進化っていうのは俺はそうないと思う。厳しいと思う。はい。じゃあ続きまして、ノリアンモーニンもうデビュー戦ね、きっちりできてたんだよ。いい競馬して、でも中間の動きは、選手の芝なんかも、ちゃんと走れてるしね。え快速馬の走りじゃないっていうところが、そのスプリンターの走りじゃないっていうところは、やっぱり砂のが若干いいのかなっていうところはあるな。簡単で、前足が軽く伸びていかないっていうところがあるから、軽い芝生向きではない。だから、まあ、この辺もクロリス、ヘニーと同じような感じで、まあ、新馬買ったらここしか使うとこないっていうのもあるしね。使ってみようっていうところがあって。ただね、状態は非常にいいね。デビュー戦の時よりも、これも上積みっていうかプラスはあるわ。体はできてたけどね。動きが軽くなった。プラスだ。
まあ、道割とかになったらちょっとやっぱり出番がある感じですかね。それ考えたんだけど、道割とか、意外とね、非力なんだよな。うん。砂で飼ってるけど、意外と見てると体つきも非力なんで、筋肉量の問題なのかな。そんな感じがしょうがないんでね、ちょっと、どっちつかずではあるんだけど、まあそうだね。うーん、差しに回れるっていうところがあるんで、意外と。状況見てると、刺してこれる馬だなっていうところがあるんでな。ズブズブの競馬だなっていうところあるかもわからんな。あんまり興味はないよな。はい。じゃあ、続きまして、フェリチタ。これはね、上積みは大きいと思うんだよ。体的にっていう感じではないんだけど、体もこの間はある程度出来上がってるんだ。そうじゃなくて、その雰囲気っていうかな。これはちょっと見てないと、比較つきにくいかなと思っちゃうんだけれど、他の長距離 V とかなんとかだけ見ちゃうと、ずっと雰囲気がいいな、使った後も、まあ見てても、体の動かし方っていうのかね、苦しくないしね。両馬場だ、両馬場なら馬券買う。その時によって、両馬場ならちょっと馬券になるんじゃないかなと思ってる。ういやん。ー、アメ馬場はタワーオブロンドンなんだけれど、非常に軽くて綺麗に走るんで、道悪ではないなって気がしてるんだけど、結構うん。いいよ、いい馬だよ。そうです。初戦もなんか、あっさりなんか押し切っちゃったぐらいの感じのレベルで、なんか着差以上に強かったようなイメージがあるんですけれど。まあ、結局さ、ちぎった馬って多いじゃん。はい。結構、まあ、函館はそうなっちゃうんだよな。メンバー、大体毎年、ちぎる馬が何とも千里でちぎる馬が何とも出てくるっていうのは、その相手関係によるもんであって、抜けて、時計が早いってこと、これも、最初の方にしては時計が、9秒6、まあ、そんなところだから、5ですね。時計自体は、時計自体は1分8秒台でみんな出てるところもいるんで、まあ、なんとも言えないけど、まあ、相手関係で楽勝っていう形になったけどね、逃げないでほしいなっていうのはまず、まあ、逃げられないかもしれないしな。うん。うん。そこまで点早くなかったから。まあ、控えても大丈夫な性格ですかね。控えた方がいい。控えた方がいい。これだけは間違いない。飛ぶからね。弾んで走るから逃げ馬っていう感じではないけど、所詮、まあいろんな事情で、そんなに無理していったわけじゃないけど、勝手に花に行けちゃったっていうところで、非常にいいと思う。両馬場限定、俺が個人的に馬券は両馬場限定なら買う。ちょっとじゃあ、渋っちゃったらちょっとマイナスかなっていう感じ。悪は、絞り方でも、まあ気にしない、やや馬だったら、までだったら、気にならないやや馬ね。まあそんなに、ぐらいだったら手出す。はっきり雨降ってて、土曜日も雨降ってて悪くなって日曜日もまた雨降ってますよってなら、考える。両馬場の限りは、まあ印は、まあ、めたいご黒のどれかにする、予定でいる。はい。じゃあ、最後にロンドンガーズいきましょうか。あの、昨日思いっきりも良かったし、で今日も追った後の馬場は、また後コース軽く半分ぐらい流して引き上げてんだけど、元気だね。グレーターロンドンっていろんなタイプが出るけど、どっちかって言ったらこれ軽い、これも道悪はマイナス、大きいマイナスになるかもわかんない。軽いから。で、速いからな。
無理しなくても花に行けるのかもしれないね。そういう感じで、速力勝負の馬で、パワーは、あんまり感じないんだけどね。2歳戦は頑張れるかなっていうところはあるけれどね。そんなイメージだね。調子いいと思うよ。追い切りの動き、芝生の動きも良かったし、昨日の本馬場で。うん。こんなところになったけどね。うん、確かに、時計は見ると、ちょっと早い時計、馬なりでこれは、回ってるから。うん、結構本馬場、どっからスピードに乗せるかだけど、5波手前ぐらいからスピードに乗っても最後まで我慢できる馬場だから時計、そしたら全体時計速くなっちゃうしね。だからそういうふうにやるかやらないかっていうのは厩舎のとか馬の状態によってだろうけど、これはちゃんとやったら速くなったっていうだけの、速い数字が出たっていうところで、動きよしだ。うまいことをこっちに持ってきて調整できたんじゃない？やっぱりもう、印的にはちょっと重い印を打つ馬ですかね。これとか、武豊さんのしぐれっていうのは人気になるかもわかんないけど、あんまりね、速さだけの勝負だったらこの2頭は結構有力だろうとは思うけどね。そんなにさっき言ったようにその1分、8秒前半の勝負っていうのは今の馬場だったらちょっと考えにくいし、でそういうふうな1分8秒ぐらいの競馬になっちゃえば出番はあると思う。かなりの出番が出てくると思う。けれど、そうとは思わない。大体印的にはもう今聞いた中で、普通にシンプルに言えば、イモージュンっていうのが一番連の軸としては最適かもしれない。モージュン、はい。モモージュンですね。イモージンか。で、両馬場限定で、フェリチタ。これは勝負になると思う。そこまで人気にはならないかなと思ってるけど、渋ってきて湘南、大進。このくらいかな。本当の海賊馬場や時計、全然雨もほとんどなくて、あの、今の段階で、痛みはね、そこまで傷んでないんだよ。芝生の内側も。仮作先週からつけて、そこまでいや、かなりひどくなったなって感触がないんで、このままキープしていけば8秒台のどこか、真ん中か前半か。前半だったらさっき言ったように、しぐれ、ロンドンガーズ、この辺が、頭角出る可能性が出てくるけどね。函館の芝生自体がそんなに内側がまだそこまで悪くはないんです悪くなってない。先週から仮先つけて、先週雨が結構降ってて、ひどい状況で競馬やったんだけれど、大丈夫だね。今日もじっくり見てきて、昨日今日と。いや、悪くなったなっていう感触がないんで、普通に今の段階で競馬やれば、8秒台の真ん中から後半だと思う。で、これから天気によっては、馬場悪い雨が降った時に芝生を使ったら、あれするかもわかんないし、3、4コーナー、一番肝心な4コーナーのところで、ここがひどいなっていうのが、そこまでな差がないから、みんな内へ通るし、だって外も伸びてきそうな感じもするしね。で、内を開けて走るってことは今んとこない馬場だからね。じゃあ、ある程度は逃げ先行馬というそちらの方に。最初に話したけど、デビュー戦から行って勝った馬っていうのはやっぱり行った時は強いと思うよ。行けてきったと。で、行き切るかどうかっていうのは、これは考え方でね、無理するなっていう基本の形と、行けっていう基本形も、それは厩舎の考えであって、乗り役の考えもあるだろうし、で、行きがそこまでいるのかどうかっていうのを、ひょっとしたらいないのかもしれないしな。行けたら行ってもいいしっていうパターンかもしれない、ほとんどが。そうですね、絶対何が何でも行けっていう、ここで指示を出る厩舎ってあんまりないとは思いますよね。千里だからね、それも、明らかな逃げ馬だっていうタイプじゃないんだよな。で初速が速い、
馬たちはやっぱりどうしても行っちゃうからね。あとは開くだろうな。あ、そうですね。うん。イモージェンっていうのが3着圏内っていうのは結構高いかなっていう気がするけれどね。個人的に、私なんか人気はこのイモージェンしぐれ、ロンドンガーズっていうところになりそうなんだけど、なんか他にいろんな人間に聞いてみると、他の新聞社に聞いてみると。ただ俺は湘南か、フェリチタ。あと、未勝利でも、このアルデクイーンっていう、アルデクイーンはい、ある程度。これはい。はちょっと注目はしようかなと。車は悪くない。あと大震ね。この辺だな。うん。印の方の最終結論は、まあ、これからになると思うので、またうん。新聞ですとか、うん。コンビそニプリントで。れじゃあね、それだったら最初からやんなきゃいいって言われちゃうよな。そうじゃない本当に。けど、大体いつもそういうふうに言うけど。うん。あの、この情報が結構重要なので、ジャイアンさんが喋ってくれてる、このいい悪いとか、この話が重要になるので、まあ、でも、最終結論はまたちょっと違うじゃないですか。イモージョンだよ。やあ、っぱり、もう、馬券は、湘南か、フェリチタか、で、必ず3年で抑えるのが、大進か、アルテかっていうところでね。あと人気の2頭は、馬券的に内枠引いたら、この2頭は内枠引いたら花に行かざるを得ないケースがあるんで、そしたら抑える。うん、楽な逃げっ切りができるっていう感じじゃないからな。あー、イメージは。うん。だけど、花に行ってた馬が行けないと、やっぱり馬は戸惑う。俺はデビュー、経験がない2歳、今の時期の2歳は。それはもう多々ある。うん、そうだよね。だから、花に行けそうな馬が行ってもいいなっていうのは武井さん、北村雄一さん。で、この辺が花に行ってもいい。まあ行きたいと、瀬田人とかも行きたいのかもわかんないけど、そんなに行けるかどうかっていうのはガリガリ行けば行けるかもわかんないけど、ある程度クイーンっていうのも行けるけど、ガリガリ行くかどうかっていうのはわからないしな。あとは行かないか。あとは行かないな。こんな感じです。うん。だから行為3、4番手の内立ちよりも、2列目ぐらいがちょうどいいんじゃねえの。内から2投目分ぐらいのとこ走れる3番手ぐらい、3、4番手っていうところが、それは何がそこつくかわかんないけど、うん、まあ、軸だったら芋順が硬いとは思うけどね。僕だったら。3着までの軸。勝つとなると単勝となるとね、個人的に結構湘南って気に入ってたんだけどね。気に入ってるんだけど。うん。まあ、フェリチ。湘南で、は人気はなさそうですよね。湘南とフェリチタっていう組み合わせは買うんだよ、俺は。あ、組み合わせ。生まれば。うん。まあ、そうだね。今うちのはい、湘南、フェリチタ。まあ、その辺だね。了解しました。はい。週末は柳長チャンネル。競馬予想は馬三郎。他どうですか？他のレースで何か面白いレースってありましたか？ない。なんか、新馬とかでなんかいい馬いるとかそういうのないですかね？新馬今週多かったなぁ。あ相当。いやいや、やったのが。あ、やったのはですね。じゃあ、札幌でそうそう、札幌に使いに行くんで、函館入厩がバイトまでは言わないけど、5割増ししてっから、2歳が。結構いいんだよ。いい馬いますか？まあ、楽しみだなっていうのはいる。で、今日の新馬も出たろうけど、除外が出る頭数だったしね、一くらいしかないけど、一番人気は、梅のキーシャロはなんとかベローチェだと思うんだけどね。サルト・悪く、ペローチェですね。ベローチェが一番人気なのかな。悪くないし、そこそこやりそう。けど、これもね、両馬場だったら、池上厩舎の横山武史の馬、両馬場限定でモーリスの子なんだけどね。距離が持つモーリスなんだよ。牝馬で。
まあ、もうちょっとだってその2000何百とかじゃないけどね、1008ぐらいだったら全然心配ない。1600から2000までだったら。これ、非常に品のいい馬で、走りが上手だし、気の強いところにそこまで出てないモーリスさんだから。モーリスっていうか、おっかさんの方が出てなく、これちょっとね、両馬場限定が結構頑張れて、あとはね、丹内が乗っかる小島茂厩舎。丹内だったか浜中丹内か。小島浜中ですね。あ、浜中ラか。ンフォーザこれがね、そう。これを結構追ってグイってくるから、いいぞ。まあ、この両方牝馬だけど、いけないね、厩舎と。伊藤は結構いいな。いいけど、まだ結構いたんだよ、新馬。もちろん、まあ、ベローチェが一番人気だなと思ったけど、フィオリアームか、池上厩舎。そう、フィオリアーモですね。なんか、横山武史ジョッキーがずっと付きっきりで調教をつけてます、ね。あんまり調教は数はやってねえけども、出来上がっちゃってるってのが、ちょっと気に食わねえんだけど、まあ、牧場でやってんだろうからな。すごい伸びやかなフォームでいい走りする。あとはまあ、ランフォー、女馬でもそのルージュロマーナとかあるしな。あとはその、エコロの2頭でね、エコロルークっていうの、これ印がそこまでつかないはずなんだけど、稽古が地味だから。ただ、走りっぷりがいいんだよな。エフフォーリア。馬も悪くないし。時計だけ見ると、ちょっとあれれって感じの。そうそう、抑えてる間は非常にいいんだよ、走り方が。で、伸びないんだよ。伸びない原因っていうのは分からんけれど、そういうタイプなのかも分からないから、こういう馬は東京の坂上がってからの用意ドンの33秒台っていうタイプではなくて、やっぱり早めにみんなが動いて、上がりが36近い競馬になるんだろうと思うけど、そういうところなら出番があるんでね。まあ、あとどうだろう。あとは、あれか、場外になってるかどうか全部わかんないけど、ステラルミノーダっていう千葉厩舎ね。このくらいかな。でももう一個、プリムスワーブってこれ、まあでもそんなに高く言ってもしょうがないしな。まあこんなところだと思うな。買いたいのは牝馬2頭だけどね。でもこれも馬場次第だけどな。フィオリアーム、ブラウン、ザ・エイジ。まあ、ベローチェが一番人気になると思う。今言ったところで、組み合わせ的にも、3連単、3連まあ、でもなんか除外になってるかわかんないけど、いや、除外が出るレースだから、等数的に。今17頭の想定ですから、3頭出ますけれど。あとはどうですかね、土曜日のメインとかでどうですか、マーリンステークス。これはね、土曜日のメインはね、この間、なんとかほどにしろよみたいなのを本命にして。ことほどさようにですね。で、競馬っぷりは力負けっていう感じだったんだけど、まあオープンのこのメンバー、毎回着順変わるから、ただやっぱりね、その後も、ここに出てる中市の、軍団はみんな見てるけれど、これ一番いいなと思って、この間もそう思ってたけど、以上にあるなっていう感触があるんでね。一週前、一週間、中市も2週間前か、これらみんな使ったのが、なんとかって、なんかわかんねえ、そのオープン使って。からですね、使ったろ。で、その時には大概、ほとんどが、その直前っていうか、一週前に持ってきてる、ケースでほとんどだったわけよ。はい。で、その時とは、全然馬が、何が違うっていうのは、常々言うんだけど、馬の場合は肉体もあるけれど、精神的なものの方が、大半を占めるんで、競馬で走んないっていうのは。もう肉体的なものはもう、そんなに、特に小馬になってくると悪いのはもうひどいから使えないとか、そんな状況だったらあれだけど、精神的なもんだと思ってるから、やっぱりリラックスできてるし、こっちに来てっていうの、
海外2週3週してくると馬はもう全然変わるしね。まあ、全然逆転はあってもっていう感じいや、ですかね。全然わかんない。これ正直。全く予想が当たんない。馬券を自分で買うかどうかっていう、まあ、ほどほどに単勝でも買おうかなっていうだけの感触。全然その勝負を馬券をなんだかんだじゃなくて、本当に1分間、なんかショーを見せてもらうための参加費にしようかなって、まあそんなところで、あんまり予想は当たんないよ。これお前もって言ってくれ。まあでも馬券を買うなら子供から買いますってことですね。うん。あとは時計が早くなったらわかんないな。雨が降って、高速馬場になっちゃった場合はわかんない。逃げ有利だから。これもまたその時の気分次第だ。まあ、当日の馬場状況とパドック見たりとか、まあそこまでギリギリになっちゃいますもんね。そうしますと買わないかもわかんないしな。見てて、なるほど。まあ、当たんないっていうのは前提にあるよ。皆さん馬券上手な人が取れば買えばいいって取ればいいし、これは別に買わない可能性の方が高いかもしれないし。日曜最後の最後で、前言ってた方が使って、たけしで使ってきたんで、まあ、これは買う予定でいるんだけれど、あとなんか別に。ホーヘッセンは毎回柳さんお気に入りですもんね、最終ですの。北海道の函館の千里に持ってくれば馬券買おうと思ってて、で、いつ持ってくんのかなと思って持ってきて、で先週末に、こっちに持ってきたで、今週見てると全然馬落ちてないから、かなりは早いぞ。行くだろうから、行けるだろうし。人間は他にもいるけれど。速さで言ったらもう断然この馬ですか。馬が悪くなっても大丈夫だから。ちょっとこの馬は狙ってもっていうか。買うつもりではいる。なぜかって言ったら、ちょっと取られてるから、この馬に。まあ枠が大外引いちゃったとかなんとかあったら別だけどね。あとはその内枠引いて内だけ悪くなっちゃったとかって、そういう、ことがまあ、なければね、フラットな状態でいけば、結構頑張れると思うけど、逃げ切れるなと思うし。わかりました。最終レース、ちょっとこの4エッセン。気にしないでいいよ、そんなにね。あんまり新米の馬じゃね、個人的に取るって買うっつうだけであって。まあないんだよ、今週。そんなに、あんまり気が入ってない。まあじゃあ、今度のんびりしてる。札幌行ってですね、じゃあ、札幌行って。札幌な。札幌ちょっと新馬をちょっといろいろと教えてください。なんか、結構有力馬いそうじゃないですか、札幌ですと。なんか結構いたぞ。なんかやってて、どこですか、来週札幌一週目、どんな馬いた？結構いたよ。関西でも何ともいたし。面白い馬が、面白いって、まあまあのレベルの馬です。いや、すごいなっちゅうのは、まあ、ちょっといないけど、悪くねえなっていうのは何ともいるよ。札幌行っても頭数少ねえんだ、最初の1008とかはな。そう、4くらいあるんですけど、1008が出すだけですから、そこに。まあ、馬鹿らしいんだよな、逆に言うと。馬券的には。一頭抜けちゃうのが出ちゃえば。わかりました。来週は、一応重賞はないんですけれど。で、やめよう。札幌移動したということで、なんかちょっとやりますか？どうしますか？いやいや、気が乗らないよ。じゃあ、気分が乗ったらということで、よろしいですか？気分が乗らないよ、多分。札幌を楽しんでください。もう、函館はこれちょっと最後になりますけれど。まあ、涼しいからいいよ、函館が。まあ、時間もちょっと長くなっちゃったんで、じゃあ、この辺りで終わりにしましょうか。はい。何もいいことなかったけど。はい。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。いいぞ、切るか。はい、来てください。今週もご視聴いただきありがとうございました。今回はじゃじゃん。見えますか？立東トレセンからお送りしています。立東での取材をどっかで話せたらいいなと思います。
柳さんの競馬予想とコラムが読めるのは競馬新聞馬三郎です。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬三郎コンビニプリントもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ぜひポチッとお願いいたします。それでは